おはようございます。ということで、寝癖がすごい上にモンブラです。すいませんなんですけど、後ろに昨日自力洗濯したものが置いてありますが、今日は8月5日、青森ねぶた参戦です。で今日はですね、青森ねぶたも2、3、4、5、4日目ということで、今日の巡行の後に順位というか賞の発表があるんですね。で賞のに入った5つの団体はわらっせっていうねぶた祭りのこの施設に1年間ねぶたが飾られて、その賞に入れなかったやつはねぶた祭り終わったらクレーンでガシャーって壊しちゃうっていう、ちょっと切ない感じなんですけども、まあその刹那的な祭りも青森ねぶたのいいところだよねって感じ。これ最近話題ですよね。豆腐スイーツバーガーとショコラ、朝ごはん食べていきたいと思います。あと昨日買った新潟名物の笹団子も朝ごはんに食べちゃいます。そして熟考に熟考を重ねた結果、1時発の臨時列車ねぶた祭り1号で行くことにしました。結構時間ギリギリになっちゃうんですけど、まあこの東北の夏祭りの時期18切符めちゃめちゃ混んでそうなんで、在来線どこで爆弾が爆発するか分かんないですからね。本当に毎年コロナっていうか喘息とかで夏丸々1ヶ月2ヶ月潰しちゃってるんで、様子をね、慎重に様子を見ていきたいと思います。なので快適に今日はで比較的空いてるグリーン車を取ってあるので、はいねぶたに行こうと思います。はい、ゆったりで明日はお昼過ぎまで青森にいる予定なんで、明日またゆっくり青森市内巡りましょう。ということでお着替え終わりました。過去鉄の夏ということで、毎度恒例プロ20歳赤ワンピ、そしてですね、ねぶたといえば幸福を呼ぶ鈴ですよ。これをちょっとリュックにぶら下げて、うるさいんですけれども、でもまあお祭り時期だからね、全然許されると思います。出発しましょう。よろしくお願いします。ってことでチェックアウトしました。列車はね1時過ぎに出るんですけど、今11時でちょっと混雑してるんですよ、車内だから。あんまり食べられないかな車内でとは思うんで、秋田でお昼食べていっちゃいます。よろしくお願いします。このねぶたの鈴をリュックにつけてシャンシャン歩いてるんですけれども、これだけでもテンション上がりますね。暑い。秋田昼間は暑いな。名古屋群馬と比べるとまあちょっと収まるかなって感じだけど、それでもやっぱ昼間は暑いですね、東北も。先に駅で今日取った臨時列車ねぶた祭り1号の発見を駅ネットでしてるんでね、予約を発見を先にしちゃいましょう。というわけで昨晩の秋田関東に引き続き、本日は青森ねぶたへあなたをお連れいたします。ここからは臨時特急のねぶた祭り1号に乗って青森へ。普段秋田と青森をつなぐ特急は津軽というものがありまして、1日3往復しているのですが、このお祭り時期に限り1往復増便され、その名前がねぶた祭り号となっています。本日青森へ向かう列車はどの列車も混雑が予想されていますので、列車内ではなくあらかじめ秋田でご飯を食べていってしまいましょう。秋田といえば稲庭うどん、こちら超有名店8代目佐藤陽介さんです。開店前から並んでいたんですが、もうこの行列ですよ。夏に私体調崩しやすいので、最近夏風邪も流行っていますし、ここは健康第一でマスクをして並びました。なんだか久しぶりの感覚。しっかり糖質で栄養補給、そして夏には梅干しが欲しいところ、ちょうどいいのがありました。梅おぼろうどん。すっきり
り澄んだお出汁にとろろ昆布と梅干しの酸っぱさがたまらない。しそもパンチが効いています。そして麺がねかなり細いのお分かりいただけますでしょうか。向こう側が透けそうなぐらい繊細な麺です。そこに七味を爆投していく。いいんですよ、過去鉄はこうやって食べたいの。プン。はい、好きに食べましょうね皆さんね。稲庭うどんは香川の讃岐うどんに並ぶ日本三大うどんの一つとされているんですが、何をね三大とするかってそれぞれの地域によって分かれていくので、ちょっと気安く触れてしまうとコメント欄で揉め事が起こりそうなので控えておきます。皆様の思う日本三大うどんってどこでしょうか。ちなみに私は讃岐、稲庭、地元の群馬水沢うどんだと思っています。稲庭うどんは秋田県の豪雪地域湯沢市の稲庭町が発祥です。やや黄みがかった色をしていて、麺は細く断面が平べったいのが特徴です。普通のおうどんのようにできた生地をトントントンと包丁で切っていくのではなくて、手延べ製法、一本一本手で伸ばして作るうどん。一般的に流通しているのは生麺ではなくて乾麺なんですね。干しうどんです。本日お邪魔したこちらの佐藤陽介さんが稲庭うどんの走りと言われていて、江戸時代には久保田藩またの名を秋田藩と言いますが、そこの藩主が他藩へ寄贈したり、また天皇家にね献納されたこともあるそうです。この稲庭うどん佐藤陽介8代目って書いてあったかと思うんですが、これ世襲制らしくって今は8代目なんでしょうね。手で一つ一つ伸ばしているので断面が楕円形となっていて口当たりが非常にいいんですね。そしてこの絶妙な細さ、つるつるっと喉を通り抜けていきます。東北の方、短い夏の暑さも結構体に応えるんじゃないかなと思うので、今の時期にぴったりな稲庭うどんでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。出発まで1時間くらいあるのでスタバでちょっと時間潰しましょうかね。いただいていきましょう。毎度おなじみスターバックスで、今回はアールグレイラテ。念には念をっていうことでね、ちょっと体調第一にカフェインを抜いてみました。しっぱり。このクーラーでねガンガンに冷やされますから、夏場っていうのは。なんでね、こう内臓は温めておきたいからホットをいただくとホッとしますよ。ホットだけに。はい、ごめんなさい。お後がよろしいようで、はい、ごめんなさい。で、私いつもモバイルオーダーで頼むんですけれども、名前カビゴンにしようと思ったらちょっと文字数がね足りなくてカビコンになってますけれども、まあ気にしないでください。で、この時隣に座っていたマダムがね、多分フランスの国際結婚された方で、ご家族で帰省してたんですよ。実家が多分ね秋田っぽかったから。ですごくこう雰囲気がなんかグローバルな、結構こうセレブ感ある見た目で、めちゃめちゃ秋田弁、秋田なまりを喋ってて、ちょっとほっこりしてしまいましたね。ってことで出発します。秋田駅よろしくお願いいたします。歓迎秋田関東祭り、もうそこら中に提灯がぶら下がっていてすごく賑やか。列車運行情報には大雨の影響で院内から新庄まで運転再開の見通しが立っていませんと、生ハゲさんも荒ぶっておりますが、仕方ないこの時期は、運よくね天候に恵まれて、今回も秋田そして青森無事に行けそうなのでよかったです。あなたのおかげです。これも雰囲気のある SL の模型が堂々と設置されておりました。そして奥にはまた生ハゲと小町。これぞ秋田って感じ。ことごとくお茶類が売り切れている。いやそうだよね。じゃあどうしよう、炭酸レモンにしとくか。お麦汁が飲めないんで、刺激的な一本でいきましょう。
先表示に輝く臨時エキストラの文字、なんだか特別感があってワクワクしてきますよね。お願いします。普通車の窓側がいっぱいだったので、グリーン車贅沢にありがとうございます。 JR 東日本のグリーン車は4列のものが多いんですが、シートも幅があってふかふかゆったり空間です。申し分ないですね。前からテーブルもちゃんと降りてきて、自販機で買ったお麦汁代わりのすっきりレモン炭酸いただいていきましょう。夏祭りの時期、東北をはしごされる方が多いので、秋田駅ホームの自販機のお茶水はね、すべて売り切れでした。しっかり駅の中で買っておいた方がいいですね。お世話になってます。青森ですか。ありがとうございます。ねぶたですか。じゃあ今日五所原行くんだ。青森は青森は高いから。高いか。なるほど。一緒に写真撮ってもらって。いいですよ、全然。すみません、もう撮ってるんです大丈夫ですよ、大丈夫。はい、私持ちましょう。いいですか。はい、大丈夫です。得意なんではいはい、はい、お客様に列車の発車ありがとうございました。お知らせをいたします。ただいま遅れて運転しております新幹線からのお乗り換えをお待ちする影響により、この列車は発車が遅れる見込みです。特急に接続する新幹線こまちが遅延している影響で、ちょっと出発が遅れるみたいです。秋田関東祭り真っ只中で、本当に新幹線も混雑していて、特急も臨時便じゃないと空き席がないくらいでした。遅れっていうのは仕方ないです。何に起こったってどうにもならないんだから、この時間を利用してこれから進むルートの確認をしっかりとしていきましょう。心は穏やかに、いつもゆったりとしていたいものです。ちょっとね、ここに接続する新幹線が遅れちゃってるみたいで、7分くらい遅れての出発みたいです。急げば大丈夫でしょう。ちょっと現地で羽戸の衣装に着替えなきゃいけないんですけれど、もう捕まるんだったらダッシュでね、タクシー捕まえて着替えに行きましょう。接続の小町やってきましたね。この新幹線から降りて、青森ねぶた祭り号に乗られるお客さんも結構いるってことやな。よかったよかった、お疲れ様でした。皆さん一緒にねぶた楽しみましょう。ちなみにお手洗いはこんな感じです。ロック、この自動ボタンが効かなかったの。こんな感じ。故障中なんだ。ちゃんと便座クリーナーもあって広々ですね。行きの稲穂号よりは広い感じがします。多分お客さんこれからたくさん乗ってこられるんで、先におトイレ済ませてしまいます。洗面台も稲穂号より広いって感じかな。カーテンもついてます。温度調節もついてる。普通車指定席はこんな感じ。同じく4列なのですが、シートの重厚感はやっぱりグリーン車の方があります。もともと国鉄時代の車両のグリーン車は2列1列で横3列の配置が多かったんですよね。それだけ席数を少なくしてグリーン車としての付加価値をつけるスタイルだったんですけれども、民営化されて JR 東日本になると輸送量をもっと増やしたいということで、席数を増やして2列2列になる車両が多く作られました。例えばもう引退してしまった銚子方面へ向かっていた潮西号に使われていた255系なんかもグリーン車4列でしたが、あの車両平成初期に作られているんだけれども、あの辺りからね、東日本の車両はグリーン車も4席で作られるようになったんだそうです。なので東日本のグリーン車4列だったら変わらないじゃないかっていう声もたくさんあるんですけれども、このシートの座り心地加減で言えば圧倒的にグリーン車の方が上だなというのは思います。
ここからは私個人的な予想なんですけれども、平成から令和に時代が移りまして、この先また新しく車両が作られるってなった場合にはグリーン車の席はねもっと少なくなっていくんじゃないかな、また原点に戻っていくんじゃないかなと思いますね。少ない人で付加価値をよりつけていく、そういう時代だと思います。あとインバウンドとかも増えてるんでお金積む人たくさんいると思うから、ちょっと割高にしてサフィール踊り子みたいにね全部グリーン車でそのさらに上のプレミアムグリーン車を作るなんていうのも、あるんじゃないでしょうかね。車窓を眺めているとすごく不思議な光景、ずらーっと太陽光発電の機械が並んでいるんですけど、その下にね線路が敷かれてるんですよ。多分もう使用しなくなっちゃった対比線、留置線だと思うんですけれども、土地を有効活用しているんだななんて思っていたら、今度またびっくり、さっき話した255系がいるではありませんか。またなんで秋田にって感じなんですが、解体待ちなんでしょうかね。どこで解体されるんでしょうか。特急津軽また臨時ねぶた祭り号は秋田駅から青森駅間を奥羽本線経由で結びます。また2024年今年からは速達タイプのスーパー津軽号もデビューしています。もともと特急津軽は2002年に東北新幹線が八戸まで延伸されたことに伴い、八戸から青森弘前間をつなぐ特急列車として起用されました。その後2010年に新幹線が新青森まで延伸したことにより、この津軽は全部廃止されたのですが、同じ改正で特急稲穂号がこれまで新潟から青森まで運行されていたのを秋田で切り離し、秋田から青森までを改めて津軽と設定し、現在に至っています。列車は追分駅を通過したところ、草木が茂ってよく見えないのですが、奥にうっすらグラウンドが見えているのをお分かりいただけますでしょうか。ここが金足農業高校です。甲子園好きの方ならここがカーとなる場所。時は2018年、地元秋田県の出身者しかいない公立の農業高校であるにもかかわらず、甲子園でね決勝まで上り詰めたんですよ。名だたる強豪校、私立の精鋭を集めた高校相手にどんどん勝ち進みまして、決勝はね残念ながら大阪桐蔭に負けてしまったんですけれども、素晴らしい成績を残されました。ちなみに佐々木希さんの出身校だそうです。あれももう6年前のことなんですね。まもなく井川桜駅を通過。1995年にできた新しい駅なのですが、利用客は200名以上いらっしゃいます。ここに駅を作る需要があったんでしょう。そして驚くべきはその駅名、井川桜なんてすごく人の名前みたいなんですけれども、ここ秋田県井川町は桜の名所ということで、この駅名が付けられたそうです。ちょっとびっくりしちゃいました。八郎潟です。お出口は左側です。八郎潟の次は森竹に停まります。八郎潟は男鹿半島の付け根に位置する湖だったのですが、昭和中期に干拓によって陸地化され、そこの部分は大潟村という自治体になっています。上から見るとこんな感じ、面白いでしょう。ポコッと開いた穴の中心に田んぼが広がっている。ここ戦前までは湖だったっていうんだから驚きです。大きさとしては琵琶湖の次に大きいくらいのでかさだったみたいです。本当にね、稲穂津軽と北上してくると、新潟、山形、秋田、日本海側って型がつく地名が多いんですけれども、これ入り江っていう意味で外の海から隔てられた湖、沼地ということなんですが、もともとね、今男鹿半島になっている部分は離れていたんですよ、本州と。それが現在の八郎潟の両脇を流れている雄物川と米代川の堆積物によって長い年月をかけて陸地続きになり、半島になったそうです。ただいまこの列車は4分ほど遅れて運転をしております。ただいまこの列車は4分ほど遅れております。お急ぎのところ列車が遅れまして申し訳ございません。次は森竹に停まります。2010年までは特急稲穂が現在乗車している津軽の区間も含め、新潟から青森まで運転されていました。
その名にふさわしく沿線には青々と茂る稲、これから徐々に季節が進み実る稲穂の光景が見られることでしょう。現在乗車している津軽に充当されている車両は E751 系電車。もともとは盛岡から青森函館をつなぐ特急初狩りとして2000年にデビューしたものでした。昨日乗車した特急稲穂号の車両が E653 系なのですが、2つ比べてみるとめちゃくちゃ似てますよね。それもそのはずで、作られた時期も同じくらいで、ほぼベースは一緒なんですね。何が違うかというと、653系稲穂号に使われているものは硬直両用車両です。昨日村上から出発して鶴岡までの間、デッドセクション走りました。ただその車両1両作るのに結構コストがかかってしまうということで、将来的に交流区間しか走らない列車として E751 系はコストを抑えて作られました。東北を走る列車はほとんどが交流電化区間です。森竹駅を出発。この駅もホーム長がめちゃくちゃ長い。端の方は一切使われなくなっていて古めかしくなっていますが、急行北国やトワイライトエクスプレス、数々の有名長大編成の列車、そして人々の旅を運んできたんでしょうね。列車交換のため北金岡駅に一時停車、乗降は行われません。先日買ったサバエのサングラスのおかげでバッチリ向こうからやってくる車両、この目に焼き付けることができました。やってきたのは2019年にデビューした GVE400 系気動車です。すごいロボットみたいな名前ですけれども、ディーゼルエンジンの動力で発電した電力で主電動機を駆動する、いわゆるディーゼルエレクトリック方式の電気式気動車だそうです。難しい。簡単に言うと、ディーゼルエンジンで走ってるんじゃなくて、エンジンで発電した電力で走ってますっていうことなんですが、近年はHC85 系とかハイブリッド式の車両も出たじゃないですか。そのハイブリッドともまた違うんですって。ハイブリッドはエンジンで発電した電力と、さらに蓄電池に充電した電力も使ってるんですけれども、その蓄電がないバージョンが今回の電気式気動車だそうです。コストがね、こっちの方がかからないみたいです。あんまり機械系の堅苦しいことばっかり考えてると、鉄道旅もね楽しくなくなっちゃう方も多いと思うので、いいんです。感じればいい。こういうのは新しい時代になったのねっていうことを感じましょう。 Not think feel。 はいということでやってまいりました東名代駅です。この辺りまで北上してくるとホームにね除雪機が目立つようになってくるんですね。そしてこちらの東能代駅は奥羽本線の他に五能線の起点ともなっている駅です。五能線といえばリゾート白神、これ非常にね風光明媚な日本海沿いを通る列車でファンも多い車両なんですけれども、さすがにこの関東ねぶたの時期ね満席一切取れませんでした。ごめんなさい。またチャレンジしたいと思います。と思ったらなんと取れちゃったんですよ。なんと一席キャンセルが出て日本海側を抑えることができました。こちらの光景また次回お楽しみにしててくださいね。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急ねぶた祭り1号青森行きです。ただいま東能代を定刻通りに発車しております。次は二つ井に停まります。富根駅を通過、いや8分もの遅れを出発から2駅で巻き戻す素晴らしい運転手さんありがとうございます。そして奥にはこれまた長いホーム、か細い足で支えている歴史を感じられるホームがこの情景にぴったりです。東北の夏にしてはね、今回は数日間ずっと晴天が続いていてくれます。バッチリサバエの5万円の5万円、強調してますけれども、このサングラスでね外の景色をしっかりと逃さずカーテンも閉めることなく見ていきましょう。でも心配なのが皆さん日焼けを本当に手の甲とかね肩とか忘れがちですから、ここ入念にしとかないと体にもねちゃんとシミってできますからね。皆さん画面の前のあなたプロ二十歳でしょ。
同士プロ二十歳も大事よ。こまめなケアをしていかないと日々ね劣化老化が進んでしまいますので、一緒に頑張りましょう。東能代を出発すると線路はぐっと90度に曲がり、秋田県の東側へ内陸部を進んでいきます。続いての到着駅は二津井です。奥に何やら看板が出ていたのでズームしてみると白神山地の文字。白神山地は青森から秋田県にまたがる山地帯の総称で、1993年に屋久島と並んで日本初めてのユネスコ世界遺産に登録されました。その登録理由としては、人の影響をほとんど受けていない原生的なブナ天然林が世界最大級の規模で分布していたからだそうです。校内の垂れ幕には白神山地の玄関口っていう風に書かれてたんですけれども、この二津井からね、多分山地のギリギリまで行けるバス路線か何かが出てるんでしょうかね。今って入山できるのかどうなのかがわからないんですが、遊歩道的なものはあるんでしょうか。日本海から反射する美しい光とはしばらくおさらば、またのどかな美しい山並みが続きます。こんな白神山地の玄関口にも高校があるのかと思ったら、もともとは二津井高校というところだったんですけれども、現在では県内で初めての定時制高校になっているそうです。いろんな場所、いろんな環境で青春を過ごす方々がいらっしゃるんだなと、しみじみ日本を北上しながら過去鉄は思うのでした。特急ねぶた祭り1号青森行きです。次は鷹巣に停まります。奥から伸びてきた線路は秋田内陸縦貫鉄道のもの。次の停車駅は鷹巣駅ですが、秋田内陸線はその名の通り、下にある角館から秋田の内陸を通って鷹巣につながります。もともとは国鉄の時代に陽郭線として開業する予定だったんですけれども、南北から線路を伸ばしていったんですけれども、間がつながらないまま国鉄再建法により内陸縦貫鉄道に引き継がれました。その後平成元年に間がつながって全通、現在は秋田名物内陸線となっております。この路線の中に兄又木駅っていうちょっと不思議な名前の駅があるんですけれども、又木というのは日本の北側で狩猟をして生活をする方々のことです。古くは白神山地にも入って、昭和の初期頃までは日本カモシカなんかも取っていたそうです。今は天然記念物になってしまっています。そうして得た肉や毛皮なんかを換金して、お金にする方々がいらっしゃったんですね。今も白神山地で又木ってあるんですかね。これちょっと面白いこぼれ話なんですけれども、山の神様は女性の神だったらしいんですね。なので山に女の人を連れて行くと神様が焼き餅を焼いて漁が失敗してしまうということで、漁のための入山に関しては女人禁制であったそうなんです。近年では柔軟な考え方が増えて、そういうことを禁止している山も徐々に増えてきているそうです。鷹巣駅を出発、ちょっと構内に気になるもの、こちらランプ小屋ですよね。さっき過ぎた二津井駅にもあったんですが、古くから使われているものにしてはちょっと新しめだったんですけれども、あちらは何に使われていたものなんでしょうか。列車は秋田県の大館市を走行中。車窓に見える風景は方向的に岩手の方かな、山は何かななんて考えていたら、目の前にこんな大きな大文字が出てきました。これ毎年8月に開催される大館市の大文字祭りと言われるものらしいです。ここにね、実際に火が灯って花火が打ち上がります。今年は8月11日にすでに実施されたようです。
車窓反対にはキハ110型機動車、あちらは花輪線のもので、大館を出てから岩手県の高間駅までつながります。その他にもかつて大館駅には2路線が乗り入れていました。付近に金銀銅亜鉛などが取れる鉱山がありまして、そこからの鉱物輸送を行っていたそうです。現在では閉山されて廃止となっているのですが、その跡地がね、岐阜で乗ったガッタン号のようにレールマウンテンバイクとなって、今はアクティビティに変化しています。貨物コンテナが目立ちますが、大館駅は貨物駅でもあります。このほとんどが近所に同和グループっていう金属の加工とか精錬を行っている会社があるんですが、そこへ向けたリサイクル原料であったり、そこから受け取った廃棄物などだそうです。ちなみにかつてあった鉱山へつながる鉄道路線ですが、この同和グループのね、前身の会社が経営していた路線でした。駅前には大きな弥勒センター369って書いてある建物があったんですけど、めっちゃでかいんだけど、あれパチンコ屋だったのかな、ちょっと廃墟っぽくなってましたが、ああいう感じもエモいですね。ご乗車ありがとうございます。特急ねぶた祭り1号青森行きです。次は碇ヶ関に停まります。大館駅を過ぎるとしばらくの間、複線区間です。より一層スピードが増したように感じました。これから我々は県境にまたがる矢立峠の峠越え区間、長いトンネルを走ります。ただこのトンネルができる前、昭和40年代の半ばまでは蒸気機関車でいくつものカーブを越えていかなければならなかった奥羽本線の難所だったそうです。貨物輸送にはデゴイチの蒸気機関車を30連させて、また旅客には補給をつなげて、この険しい峠を越えていました。今でもこの付近は30連の峠という名前で呼ばれておりまして、その記念碑が建てられています。峠を越えていよいよ青森県までやってまいりました。やっとこそ青森まで来たんでなって感じなんですけれども、ちょっとね峠を越えると、駅前に街が広がり始めましたね。到着したのは碇ヶ関駅です。これね可愛らしいのが、この駅名の下にリンゴマークがね小さく書いてあるんですが、青森って感じする。でここまで来ると沿線に津軽っていう文字もね目立ち始めますね。この辺り碇ヶ関、そしてお隣の大鰐は古くからね温泉郷として有名でした。江戸時代には津軽藩の湯治場として歴代藩主も訪れているとのことです。大鰐温泉駅に到着。ホームの端っこがめちゃくちゃ細いなと思ってびっくりしてしまいました。これ端まで人行かないよね。でも昔は使われていたんでしょうか。
大鰐温泉駅前には地域交流センターもありまして、結構大きい駅なんですね。街には9つの共同浴場があるそうです。またスキー場も近くって、駅前にはホテルが立ち並んでいます。最近有名なところだと星野リゾート界津軽三つ星のホテルですが、これのね最寄り駅でもあります。そして奥、江南鉄道と書いてあります。青森県弘前市を中心として江南線、大鰐線の2つの鉄道路線を運営しています。設立されたのは大正15年、非常に歴史のある鉄道会社です。あれなんだろうと思って拡大ズームしてみたら、ホームの上にジャンボこけしが2体いらっしゃいましたね。ちょっと似てるかもしれない、私に。ここら辺ってこけしが民芸品というか地元の工芸品みたいな感じなんでしょうかね。仙山線に前乗った時に、確か山形でもこけし有名なところありましたよね。江南鉄道の大鰐線は別名りんご畑鉄道という愛称もありまして、車体には可愛らしいりんごのマークがたくさん書かれていました。列車は弘前駅までやってまいりました。青森まであと少しですね。ちょうど同じ期間に弘前でもねぷた祭りがあるんですよ。青森3つ大きいねぶたがありまして、青森市内の青森ねぶた、弘前ねぶた、そしてもう一つ五所川原の立ちねぶた、三者三様でいろいろ違った雰囲気が楽しめるので、このお祭り期間にね一気に見て回るっていう方も多いと思います。ちなみに前の席に座られていた声かけてくださった視聴者の方は、弘前ねぶたも行くし、立ちねぶたも行くし、あとは弘前駅、江南鉄道のもう一つの路線、江南線というものが乗り入れているんですけれども、そこの終点黒石というところにもねぶた祭りがあるんですよね。これもね行かれたっておっしゃってたような気がします。もう体一つじゃ全国の祭り行ききれないですよ。これから向かう青森市のねぶた祭りは一番よく知られているもので、横幅が10メートルぐらいある大きなものなんですが、弘前ねぶたとなると一気に変わります。扇ねぶたといって平面の少し小さめのこんな感じのねぶたになるんですね。でこれ呼び方も様々で、青森だとねぶたなんですけど、弘前だとねぷたになったり、なんか呼び方が変わるのはちょっとわからないんですけれども、ご存知の方いたら教えてください。そしてもう一つ、五所川原は立ちねぶたといって、横ではなく縦にぐーんと大きくなります。それでね、これ面白いのが3つのお祭り全部掛け声が違うんですね。一番知られているのはラッセーラーラッセーラーっていうやつだと思うんですが、弘前だとこれがやーやーどーという掛け声になりまして、五所川原だとやってまーれやってまーれっていうね3つに分かれるんですよ。これ聞いた話によると、戦をねイメージして作られた掛け声らしくって、ラッセーラーラッセーラーは戦いに勝って嬉しいよかった、やーやーどーっていうのはこれから戦いに向かうみんなで士気を高めようっていうので、ちょっと低めのこう響くような掛け声で、やってまーれやってまーれっていう五所川原のはこう戦いの最中いけいけやっちまえやっちまえっていうやつらしいですよ。面白いですね。列車は浪岡駅に停車、
2010年に建てられた新しい駅舎です。もう2010年が最近という感覚なんですけれども、考えてみたらもう14年も前なんですね。恐ろしい。はい。で、この駅舎の壁にはたくさんのリンゴの写真が飾られていたんですけれども、ずっとね、稲穂、稲に水田がブワーって広がっていたと思ったら、今度青森に入るとね、一気にリンゴ畑が広がるんですね。まだ色づくには早いんですけれども、青々と実ったリンゴの実が車窓にたくさん映っていました。ちょっとうりうりとしていてね、いじらしいというか可愛らしかったです。ご利用のお客様はお乗り換えです。乗り換え列車のご案内です。東北新幹線はやぶさ36号。ようやくやってまいりました。新青森駅。長かったけどここまで来ちゃえばね、もう勝ったようなもんですよ。こっちの門、新幹線接続駅でございます。ここから青森まで1駅なんですが、行く方たくさんいらっしゃるので、特急列車の中もね、結構混雑するかと思います。これまだ新幹線が通っていなかった2010年以前は普通列車特急での移動だったと思うので、青森ねぶたって簡単に来れるものでもなかったと思うんですよね。飛行機で来ちゃえば別ですけれども、それが今ではね、だいぶ便利な世の中になりました。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点青森、終点の青森に到着いたします。3番線に到着、降り口は左側です。お乗り換え列車のご案内をいたします。お疲れ様でした。終点青森に到着です。早速ねぶた祭りへ。着きました。青森あっという間だったな。3時間ということで、もう時間も時間なので衣装に着替えに超突破で向かいたいと思います。よろしくお願いします。すごい、青森駅がめちゃくちゃ変わってる。こんな新しくなっちゃったんだ、2年で。ちょっとね、衣装がね混むんですよ。早く行かないと。今4時過ぎなんですけど、結構もう待つと思うので急ぎましょう。青森はめっちゃ涼しいですよ。今25度、超涼しい。で、駅舎が新しくなったけど、青森変わってないんだね。嬉しい。旧駅舎の時もひらがなで青森って書いてあったんで、あれの名残を残してくれて私はすごく嬉しいです。急げ急げ、衣装。お祭りの開始は7時からなのですが、もう4時過ぎで街中には衣装を着た方、また場所を取られている方とかでね、かなり賑やかになっておりました。ちょっとお祭りの準備をするために急ぎます。ました、甲子がここで着替えてきます。行ってきます。青森市にはねぶたの当日、衣装のレンタルや着付けを行っている呉服店が複数あります。予約ので着付け終わりまして、ホテルチェックインしました。バタバタだった。1時間くらいね、着付けにかかりました。本当にめちゃくちゃ混むんで、なるべく早い時間に行った方が行かれる方はいいです。で、ちょっとね、長尺の着付け、女の人大体この膝とか膝上とかにする方多いらしいんですけど、私長尺が好きで長尺の着付けをしてもらいました。かっこいいですよね。で、今回のねぶたも縦柄を選んで購入したんですが、はい、こんな感じに着付けていただきました。かわいい。この後ろのでかいリボンがね、めちゃくちゃかわいいです。これで参戦しようと思います。なかなか女の人で長尺する人いないから目立ってかっこいいねっておっしゃっていただきました。ということで、お友達のいる、私青森猟友会にお友達がいるので、ちょっと挨拶しに行きたいと思います。6時から出陣だからね、急いで向かいましょう。よろしくお願いします。
ハネトって何って感じなんですけれども、跳ねる人と書いてハネトと呼びます。この衣装、正装を着ていれば道路の中に入って、実際にねぶたがパレードしている中でラッセラーラッセラーって跳ねて踊ることができます。逆にこの衣装を着てないと道路の中には入っちゃいけないですからね。豆汁ボリー、頭に巻いてかっこよくしてみました。超楽しみ。超楽しみ。行きましょう。2024ねぶたハネト参戦、めっちゃ久しぶり、6年ぶり。うわー、行きましょう。ありがとうございます。行ってきます。行きましょう。ね、駅からちょっと行ったところにアスパムっていう施設があって、そこの前にねぶた小屋がずらっと並んでるんですよ。でそこから出陣してその日のね各団体の出発場所に移動して、時間が来たら先頭からスタートみたいな形なんですけれども、今日はねねぶたの賞が決まる知事賞とかねぶた大賞とか大事な日ですから、お囃子大賞みたいなのもあるんだけど、また後で詳しくご説明させていただくんですけれども、本日はねぶたのね順位発表の日です。おそらくお祭り期間6日間のうちで一番盛り上がるのが8月5日じゃないでしょうか。鈴だらけで私が走るとめちゃめちゃうるさいのよ。ほらすごいうるさい。でもねぶたなんかね、鈴の音が鳴ったもん勝ちですからね、全身に鈴つけまくりましょう。ハネタの衣装もねいろんな着方があって、こう若いピチピチのギャルなんかはめちゃくちゃこうミニスカみたいにして、袖もちょっとおろし目でちょっと花魁っぽく着るのが流行ってたりするみたい。あと後ろのリボンをめちゃくちゃ長くしてちょっとたなびかせるみたいな。ちょっと昔は全身真っ黒のカラスとか、全身ピンクのフラミンゴとか、全身黄色でひよことかあったらしいんだけど、なんか清掃じゃないんだって。それは2000年代のさカラーギャングの時代、あの時にはそういう服装が流行ってて、結構清掃じゃないから警察に追い出されちゃうとか、ちょっとなんていうの、昔のチーマーとかヤンキーっぽい人たちはそういう着方をしてたみたいですね。今はだいぶそういう人もいなくなっちゃったみたいだけどね。逆にちょっとお年を召した方というか、ご年配の方とか正統派の人はこういう長尺で着物を着る人が多いらしい。もう女の子はだいたい膝丈で履くらしい。今はね、いるかな、もう出ちゃってるかな、いらっしゃるでしょうか。ねぶた出てるな、いないかな、もう出ちゃったかな、出陣したかな、いるかな。お世話になります。お世話になります。すいません。よく来たよ。いやー来ましたよ、よく。運行の途中にずっと行ってさ。いや、そうそう、猟友会追っかけてました。たださ、あ、本当に？よかったよかった。あれすごい評判良かったです。見てって。名前って教えて。はい。よく作ってる。あ、よかった。うちのあれだって見てくれてる人が猟友会見に来るって言ってましたよ。何人も見に来るって今年入ったら3回目3連続ねぶた大賞。今日の夜ですよね。今日はね、最後どうする？今日はもう明日はもうお昼過ぎまでいるんで、こっちに戻ってこようかなと思って。じゃあ最後ここ来る？で結果待ちでいいですか？ありがとうございます。だから浴衣も買ってきました。レンタルだと返さないといけないから。じゃあ戻りねぶたが見れないんですよ。着物借りちゃうと返しに行かないといけないから。ちょい山ストップ、そのままはい前はい前ちょい上げ水平よ、ちょい上げ、もうちょい前上げオッケー、前いいよ、はい前そう、そうか、転勤できたらね、初めてだね。昨日がお休みでしょ、4日だから。でも小屋でいろいろやんないといけないんだもんね、準備ね。昨日も3時に閉めて、お家に帰ったのが4時か。
6時を過ぎまして、続々とねぶたの団体が出陣していきます。ねぶた会場は駅前の大通りをぐるっと一周するような形。各日にちで出発位置が変わるので、本日8月5日の出発地点へ向かいます。ちなみに現在、青森ねぶた祭りには23の運行団体が参加しています。日にちによって出る出番というのが変わってくるんですけれども、今日8月5日、賞が決まる大切な日には22団体、ほとんどの団体が出陣します。なので街中にめっちゃ人が多いです。ゆっくりよ、ゆっくり前よ、ゆっくり前よ。青森湾を眺めると日本丸が止まっていました。クルーズでね、関東とねぶたに行かれるようです。先日振る舞い酒っていうイベントでご一緒してくださったヘアメイクさんもね、あちらに乗ってるってことでした。楽しまれてください。そして目線の先、湯婆婆に弁慶ですかね。この方々、決してふざけているわけではなくて、化ける人と書いて化けとという役割を青森ねぶたで担っている方々。顔を白く塗ったり、ああいう奇抜な格好をして観客を面白おかしく沸かせる皆さんです。この発祥は定かではないんですけれども、明治時代からはもうすでにいらっしゃったということで、ねぶた祭りには非常に歴史深い役割です。ただ年々このバケトという役割やられる方も少なくなってきていて、今はバケト保存会という方々によってこういう活動が毎年ねぶた祭りで行われています。6時45分、先頭ねぶた出発の時間です。街中にお祭り開始の太鼓が鳴り響きます。今年の猟友会のねぶたも素晴らしい。制作したのは第7代ねぶた名人の竹波博夫先生。作品名は新天地海峡の先へ。この作品の題材となったのは青森県の津軽半島にある外ヶ浜町に古くから伝わる義経伝説。鉄道でいうと津軽線の終点三厩駅で言えば分かりやすいですかね。津軽半島の先端に伝わる伝説です。1189年文治5年、源義経は兄である頼朝の手により平泉の地で生涯を終えたとされていますが、この伝説によると義経はその攻撃をかいくぐり蝦夷地、現在の北海道を目指したと伝えられています。義経一行は北上し三厩へとたどり着きますが、津軽半島の果て、達比の波は荒れ狂い海を渡るのを拒みました。この海を沈めるべく義経は大きな岩の上に座って3日3晩祈ったところ、その岩の下には3頭の竜目がつながれていました。どこからともなくやってきた白髪の年老いた男性にこの竜目によって海を渡りなさいと導かれ、無事に蝦夷地へたどり着くことができたそうです。そんな伝説に基づき、こちらのねぶたには3頭の竜馬と正面には導いた老王、そしてくるっと回った送りねぶたには義経が描かれています。運行の時にくるくると回転してくれるところもあるので、そういうストーリーも含めて楽しんでみてください。もったいぶらせて本当に申し訳ないです。ねぶた祭りを見る前に一度寄っておいてほしい場所があるんです。それが青森駅前にあるわらっせ。2011年にオープンした施設なんですが、ねぶたの魅力や歴史、そしてねぶた師一人一人の詳細なプロフィールを知ることができます。事前にある程度の情報を入れておくと、より一層ねぶた祭りが楽しくなりますよ。
1968年ですよ。母鉄小学校5年生の頃。でも写真でこうやって見るとめちゃめちゃなんか現代風ですよ。これまでに大型ねぶたを制作したねぶた師は記録が残っている限りでも60人以上。その中でも30年以上にわたって個人名で大型ねぶたの制作に取り組み、極めて高い技術を持ってねぶた祭りに貢献してきた人がねぶた名人として推奨されるそうです。そして2023年7代目ねぶた名人に選出されたのが猟友会のねぶた制作されている竹波博先生。なんとですね、今回の旅でお会いすることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、そうなんです。先生にいつも毎年毎年素晴らしいねぶた、今年もねぶた大賞も本当に絶対いけると思う。ありがとうございます。いつまでいらっしゃるの？今日の明日の昼までなんですけど、はい。嬉しい、お会いできると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に光栄なことでしたね。私初めてねぶた祭りに来て、このねぶたすごいなと思ったのが竹波先生の作品で、それから毎年追っかけてますからね、こんな光栄なことはありません。そして一つ上の段、6代目名人北村隆さんです。北村隆さんのねぶたも迫力があって男らしいねぶたで素晴らしいです。今年も作品見ることができました。そして2012年には世界で初となる女性のねぶた師も誕生しています。その方が北村麻子さんで、6代目名人隆さんの娘さんです。2017年にはねぶた大賞を獲得しており、この大会初めて私が行ったねぶただったので非常によく覚えていますね。紅葉が鮮やかで素晴らしい作品でした。そしてその翌年2018年にも出向いているんですけど、その時のねぶた大賞が竹波博先生のもの。このねぶた台からあふれんばかりの青白い岩木川の水しぶき、すごく素敵でした。そしてなんとその翌年19年も博先生がねぶた大賞を取っております。この年はお金がなくてね行けなかったんです。ねぶたの時ホテル本当に高いですからね。そしてさらに22年もねぶた大賞、これしっかり YouTube の動画に残ってます。ぜひ見てください。ほいでなんと去年2023年も我らが猟友会博先生の作品がねぶた大賞です。今年大賞を取ればね5連続ですよ。こちらは2023年のねぶた大賞青森猟友会の小津天皇竹波博先生の作品です。このようにワラッセには1年間入賞した作品を5機飾っているので、一年中ね見ることができます。で実際に触ってみようのコーナーで木枠があって、その上に針金があって LED 和紙と重ねてありますよ、実際に触ってみてくださいねっていう体験もできます。あと実際にお囃子の太鼓をね叩いてみるコーナーとかもありますし、曜日によって羽との実演をしてくれる回もあるので結構楽しめますね。ぜひ寄ってみてください、お祭りの前に。ワラッセではねこれを見るのが面白いねぶた制作者の系譜です。どのねぶた師に弟子入りして今日までつながっているのかっていうのが分かります。ちなみに博先生は5代目名人の千葉作龍さんに弟子入り、作龍さんは2022年にご優待されています。そしてお弟子さんに野村隆さんがいらっしゃいますが、2023年にねぶたデビューされています。その作品も飾られていました。そして6代目名人の北村隆さんには双子の弟である北村蓮明さんがいらっしゃいます。そしてそのご子息もまたねぶた師北村俊一さんということなんですね。その系譜の中に一つオレンジの字で塚本理香さんの文字、こちらも2023年にデビューされた世界で2人目の女性ねぶた師さんです。塚本さんのねぶたもね素晴らしかったですよ。実際にこれからの巡行でお見せします。青森ねぶた祭りは七夕祭りの灯籠流しの変形であろうと言われていますが、その起源は定かではありません。
このねぶたという名前の語源なんですけれども、眠り流しから来ているそうです。眠りを流す、つまり病気にならない、眠らないっていうことですね。無病息災の意味が込められているんでしょう。前回秋田関東の動画を見てくださった方はご存知かと思うんですけれども、秋田関東も起源は眠り流しにあります。最初は小さかったねぶたがどんどんと変形していき、江戸時代中期には今のベースとなるようなものが完成しています。その後もどんどんとサイズは大きくなり、現在では横9メートル、奥行き7メートル、高さ5メートルと、こんなジャンボサイズになったんですね。ということで長々とうんちく申し訳ございません。ねぶた祭り2024楽しんでください。ねぶたを引くのは20人、前に10人、後ろに10人、このねぶたの下に入ってぐーっと方向転換をしたり前進したりします。そして彼らの前に立つのが扇子持ちの方、この絶妙な指示出しでねぶたに命を吹き込んでいきます。本当に下から見るとね、生きてるようにこの龍馬が駆け出しそうな感じに見えるんですよね。素晴らしい。沿線のお客様もこっち向いてみたいな、その声援に応えるようにねぶたを右に左に回転させます。躍動感あるねぶた運行をご覧いただいているところで少し失礼して、私のねぶたの思い出ちょっと一人語りさせてください。私が初めてねぶたを見に来たのは2017年のことでした。お祭りが開催される昼間にねぶた小屋に訪れて一通り団体を見ていたんですけれども、その中でひときわ目を引いたのが青森猟友会の竹波先生のねぶただったんですね。
当時のねぶたに馬が入っていて、その馬がね、今回の龍馬もそうですけど、非常に蹄がリアルで、あとこの関節とか駆け出しそうなところ、もう魅了されてしまって、猟友会のねぶたの前でもう10分以上居座ってめちゃくちゃ写真をバシャバシャ撮ってたんですよ。そしたら猟友会のねぶた小屋の奥の方から一人男性が出てきて、そんなに写真撮るんだったらもう裏も見せてあげる、どうぞ中に入ってくださいみたいな感じでね、招き入れてくれて、そこからその小屋番の方と仲良くなって、その日もちょうど8月5日でショーの発表の日だったので、夜ねぶた小屋に戻ってみんなでねお酒飲ませていただいたんですよ。で、来年も絶対来ますねっていう約束をして、翌年2018年訪れて、ねぶた小屋の方にご挨拶させていただきたいんですけどって言ったら、目線の先に遺影が飾られていたんですね。ちょっと今思い出してもうるってきちゃうんですけれども、ちょっと肺がん胃がんだったかなを患っていたらしくって、ねぶたの本当寸前7月末に亡くなられていたんですが、一期一会ってこのことかと。人間ってね、本当に儚いというか、もう一歩先何があるかわからないですからね。もうその時に自分のやりたいことやろう、もう一生懸命毎日生きようっていうことを思いました。辻浦さん、ありがとうございました。かっこ鉄は今日も、頑張ってます。今年もねぶたに来ることができました。大きい交差点に差し掛かりました。ここでねぶたは大胆にぐるっと1回転します。そこへ出て行ってね、こう下から見上げるように竹波先生が自身の制作されたねぶた見上げていたんですが、この作品に先生は何を思うのかな、そう思いつつカメラを回しました。縁の下の力持ちとはまさにこのことだなと運行の皆様を見て思います。上のきらびやかなねぶたに目が行きがちなんですけれども、ちょっと目線をそらして光の当たってない暗いところを見てみてください。みんな一人一人頑張ってます。これ秋田関東も同じでしたね。そしてねぶた祭りね、めちゃめちゃ涼しい。24度ですよ。今年は特に涼しいみたいですね。この羽戸の格好だと少し肌寒いかなと感じるくらいでした。清楚着てるんだからお前も一緒に跳ねろよって感じなんですが、どうしてもやっぱこのね魅了されちゃうんですよね。ねぶたに必死に追いかけてしまいました。そちらを再び運行団体に目をやると、派手な花笠をかぶった羽戸の皆様。羽戸はもともと踊り子と呼ばれていたんですけれども、いつの日から跳ねてみんなを魅了することから羽戸と呼ばれるようになったそうです。発祥は定かではないですが、このような形で祭りが行われていたという記録があるそうです。私も過去には花笠をかぶってしっかり足袋を履いて出陣したこともありました。こちらは青森山田高校の羽戸の皆さん、めちゃくちゃアグレッシブなパフォーマンス見せていただきました。青森山田高校公式野球部甲子園出場いたします。
や体操部の方々も夏休みにご苦労様でございます。素晴らしいパフォーマンスはかっこいいなって思いつつ、アイドル並みにキャーキャーしておりまして、ありがとうございます。ちょっと他の団体も覗いてみましょう。こちらはねぶた愛好会さんです。太鼓の形が変わっていて面白いなと思います。こちらのねぶた制作されたのは諏訪誠さん。中国の伝説が元となった作品のようです。そしてよく見ると扇子持ちがね女性の方だったんですよ。多分扇子持ちで女の人っていうのも初めてなんじゃないかなと思います。近年ではねぶた祭りに携わる女性の方も増えてきて、今までになかった違った角度からのねぶたの美しさがどんどん広がっていくんじゃないでしょうか。お祭りも終盤になり、お囃子が少し変わったのをお分かりいただけましたでしょうか。これはねぶたが小屋に戻る時の戻り囃子と言われていて、今までラッセーラーっていう掛け声だったんですが、今度はねぶたのもんどりこっていう叫びながら帰っていくんですね、小屋に。これまでの活気あるお囃子とは変わって少しゆったりとした流れになるんですけれども、このね戻り囃子がね特に各団体でこうお囃子の叩き方とか特徴が出てくるかなと思いますし、雅でねいいんですよ。これすごく好きなんです。この音色を聞くとね、青森の夏も終わるのかと毎年しんみりとして、だけどどこか心落ち着くようなそんな夏の音色です。今中央にやってきたねぶたが青森山田学園の2人目の女性ねぶた師塚本理香さんのものです。大きなクジラが特徴的で繊細なねぶたです。送りねぶた、後ろ側には人魚が描かれていて可愛らしいね、こういったねぶたは今まで見たことなかったなという形でした。ちょっとファンタジーな要素も包まれていて、それこそ高校生のような若い世代に響きそうなねぶた、新しい時代を感じます。こちらは6代目名人北村隆さんの双子の弟北村蓮明さんのものです。こちらの作品は蓮明さんの息子である北村俊一さんのもの。題材は読平坂伝説。日本神話好きな人ならピンとくるでしょう。亡くなってしまったイザナミを黄泉の国へ連れ戻しにイザナギが出向く物語です。女性神のイザナミが夫であるイザナギを追いかけるシーンが繊細にかつ力強く表現されています。そして戻ってきました。我らが青森猟友会。暗闇の中からぼわっと浮き上がる迫真のねぶた、最高でした。そして今年も林方の皆様、運行団体の皆様、小屋番の方々、お疲れ様でございました。ありがとうございました。お世話になりました。
日本通運林博美さんの作品なんですが、正面に描かれている化け猫もね、ちょっとなんて言うんだろう、アホ面、褒めてますよ。で可愛らしいのもそうなんですが、後ろくるっと振り返った時にこのね、花咲かじいさんみたいな小判とか桜がブワーってある、こっちもちょっといい意味で酔っ払ってんのかなみたいな感じのねぶたがね、可愛らしいなと、個人的に結構ね好感の持てるねぶただなと思っておりました。私みたいじゃないですか。8月5日終了、ありがとうございました。さあ、羽田の皆さん、すごい勢いのある羽と団体、やっぱりねぶただけじゃなくて盛り上げ役もね必須ですよ。花の陰にはね盛り上げ役がある。合コンみたいな感じになっちゃいましたけどね、私はいつも盛り上げ役でした。そのことはどうでもいいとして、このねねぶた祭りには運行や羽との賞、そして林賞というものもあります。今年の運行羽と賞は大和運輸ねぶた実行委員会、林賞は日立連合ねぶた委員会でした。皆様お疲れ様でございました。ちなみに最近の羽とさんだとあんまり花笠をかぶる人も少なくなってきたんですけれども、そもそもなんであんなでっかい花笠をかぶっていたかというと、ああいうのを深くかぶって、そして豆絞りで顔を半分隠して、男か女か性別身分がわからないようにして、もう年に一度のお祭りみんなで騒ごうっていうそういう意味合いがあったらしいです。盆踊りとかもそうですけれども、子孫繁栄とかそういう側面もあるんでね、お祭りってわからないようにしてみんなでもうバッと暑い夏を過ごしたっていう背景があるんですね。今日は8月5日で22団体ですか。めちゃくちゃねぶたの数が多くって全部見切るまで本当に時間足りませんでした。でほぼ跳ねてないんだけど、でも外からね迫力あるねぶたが見られて楽しかったです。終わりです。これで最後の団体ですね。このね戻りねぶたが好きなんですよ。私進行のお囃子も好きなんですけど、戻る時のお囃子が大好きで、特にね戻りねぶたの方が各団体のこの音色の違いとか太鼓の叩き方の違いとか分かりやすいんですよね。テンポがゆっくりなんで、戻りねぶたのお囃子ってだから、それをあえて速くする団体とかめっちゃしっとり叩く団体とかそれぞれ特色があって、この雅な感じがねすごい大好きですね。あとちょっと寂しい感じ、この刹那的なねぶた祭りの良さですね。ねぶたが終われば青森の夏は終わると言われていますが、今年も良い夏をありがとうございました。で今日はねぶた大賞の発表日ということで、またねぶた小屋に戻らせていただこうと思います。皆様お疲れ様でございました。私も無事に8月5日の運行を終えることができました。小屋に戻る寸前に北村隆先生6代目名人の作品を見ることができました。大和運輸の作品で雪の吉野山激闘です。夏に正反対の雪を持ってくる、そしてこの形がちょっとお舞玉みたいな、伝わりますか、お舞玉みたいな感じになっていて繊細なのがね印象に残りました。今年の観光コンベンション協会会長賞といって上から5番目の賞に入賞です。おめでとうございます。これは日本丸かな。お疲れ様でした。昨日の秋田関東から一緒だったみたいですね。この間振る舞い酒でご一緒させていただいたヘアメイクさんがお仕事で同乗されてるみたいでした。お疲れ様でした。私も猟友会さんの小屋に戻って賞発表の瞬間と少しだけ打ち上げに参加させていただくことになりました。ありがとうございます。よそから来たのに毎回温かく受け入れていただいて、毎年お祭りに来るのが楽しみです。お疲れ様です。
この打ち上げのために昨日今日とお麦酒禁酒していたので、喉にねこの最高の一杯クーッと染み渡ります。いただいたのはキリンラガーだったんですけれども、今回のねぶたに乗っかっている龍目もね、龍とこの馬を掛け合わせた幻の動物というかキリンみたいなものですから、ちょっとつながりを感じますよね。今回は星ではなくキリンになりました。私うまいこと言っちゃってありがたいです。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。何？2024年度青森猟友会の成績は商工会議所会頭賞、上から4番目の賞、惜しくもねぶた大賞は逃してしまったんですけれども、23団体参加してますからね、この中で4位、とても素晴らしいことです。ちなみに竹波博夫先生 JR のねぶたも手掛けてらっしゃって、そちらがね知事賞上から2番目ということで、同じ方の作品が2つ入賞するとどちらか1つはね解体しなければいけないんですって。なので今回は猟友会のねぶたが解体ということで、わらっせで見られることはないんですが、ちょっとそこがね残念でしたかね。今日このためにお酒飲んでないんですよ、ずっと。いやということで、いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。めちゃめちゃ歩きましたね。ということで、今回のねぶたはねぶた大賞としては5連覇ならずということで、総合的に4位って形だったんですが、だけどね楽しむことができました。ありがとうございます。でホテルでお土産もいただいちゃいました。こんなねぶた限定パッケージのロールパンと、あとバッジとタオル、ありがたい。ちょっとお土産に持って帰って、またね本当に毎回申し訳ないんですけど、猟友会の仲良くしてくださってるお友達めちゃめちゃお酒をいただいてしまいました。ありがとうございます。ずっとね我慢してたんでね、今日この日までちょっとホテルでしっぽりしながらいただきたいと思います。で協賛にローソンが入ってるので、ローソンのタルタルとかカニカマとか美味しそうな、なんかおにぎり、何も食べてなかったんで、朝稲庭うどん食べてから乾杯させていただけたらなと思います。お疲れ様でした、猟友会の皆さん。今日何名か猟友会の方にもかこてつさんですかって話しかけていただけて、でちょっとインスタの DM とかでもかこてつさん青森ね歌にいますよね、見ましたっていうメッセージね何通かいただきました。ありがとうございます。ということで乾杯。ねぶた祭りお疲れ様でした。2024猟友会の皆様もご協力ありがとうございました。本当に助かりました。で明日は今日ちょっとギリギリだったんですよ。到着が4時半とかになっちゃって、青森にちょっとギリギリだったんですけど、明日は2時前出発ぐらいなので、少しねチェックアウトしてからも余裕があるので、青森のアスパム行ったりとか、あとはバラッセっていう施設に行ったりとか、またねぶた小屋ねお邪魔してゆっくりお話しさせていただいたりとかして、また新たに出発したいと思います。次の旅へということで、青森ねぶた2024ありがとうございました。そして念願の竹波博夫先生とも一緒に動画ね写真を撮っていただくことができました。ありがとうございました。楽しかった。ということで皆さんおやすみなさい。ラッセーラおやすみなさい。またね。おはようございます。かこてつです。まもなくチェックアウトの時間でまだ出品なんですけれども、なんでここにクリームパンを置いているかというと、私がノーブラだからです。すいません。ちなみに描かれているのがですね、去年の2023年のねぶた大賞の我が猟友会竹波博夫先生の柄でした。こんなもんで自分の娘を隠すなって感じなんですが、失礼いたしました。で今日は出発までに時間があるので、ちょっとまた小屋に遊びに行ってご挨拶に行って、各団体の昨日見れなかったねぶたを見つつ、あとわらせとかね、そういう施設に行きたいと思います。よろしくお願いします。ということで着替えました。今日はですね、以前いただいた猟友会さんの T シャツを着て、せっかくなんで小屋挨拶行って出発しましょう。よろしくお願いします。駅方面に向かいます。チ
チェックアウトしました。青森ね、10時過ぎなんですけれども、涼しい。言っても30度ぐらいしかないんじゃないですかね。東京とかの方面から来るとめっちゃ涼しくて、あと海風がね、潮の香りがすごくします。ここがね、有名な味の札幌大西さん。味噌カレー牛乳ラーメンって聞いたことあります？青森名物なんですけど、あれがね、すごく美味しいお店です。もうねぶたの時期になると大行列。まだ開店まで1時間ぐらいありますけど、もう並ばれてる方いらっしゃいますもんね。ここにもあった味噌カレー牛乳ラーメン、味の札幌あさり、ここも有名なんだよね。あ、開いてる？準備中だ。来ました。夜見るねぶたもいいけど、昼間はね、細かいところまで繊細なこの和紙の雰囲気とか、そういう色使いとか、どういう筆の使い方してるのかとかが見えて、結構いいなと思います。いいですね。猟友会、昼間の広尾先生の絵柄ですね。お邪魔しましょうかね。お久しぶりです。お邪魔します。あ、すいません。お邪魔します。暑い。あ、でも結構薄い。繊細ですね。雨降ったらすぐ破れちゃう。あれ触ってみれば分かるじゃん。これ加工とかしてないんですか？そのまま？へえ。結構薄いね。繊細なんだね。今年一日も雨降ってないまだ。ちょっと降られた。上から見るとねぶたの作りがより一層分かりやすいよっていうことで、特別にこの上からね見させていただきました。こんな機会なかなかないですよ。間近で見ると、うわー、すごい何層にも折り重なってねぶたが作られています。緻密に計算されて余白を余すことなく限られた空間にねぶたを敷き詰めていく、これぞ熟練の技なんだなと思いますね。そして繊細な筆使い、色合い、光が入ってしまうとわからない部分が昼間のねぶたではよくわかるのがまたいいところなんじゃないでしょうかね。違った表情を楽しめます。すごい、めっちゃ立体的に見える。縦に一個一個ねぶたが重ねて重ねて重ねて作られてるんですよ。超細やかですよ。すごい近くで見ると迫力が。これまた驚きなのが、今の時代でこそ LED 電球なんですけれども、一昔前は実際の炎を使ったろうそくで明かりを灯していたんですね。ちょっと間違えれば全体に燃え移っても仕方がないんですけれども、そこは千通持ち、そして運行の皆様が燃え移らないように気をつけながら運行をしていきます。そして今お囃子って進行のお囃子と戻り囃子2種類だけが主に使われるんですが、昔はね、いろんな低く体勢を保てとか、炎の火が消えそうだみたいなのも全てお囃子になってたらしくって、いろんな本当に種類のお囃子があるんですね。それは前夜祭とか後夜祭とかで確か披露していただけたかと思います。ねぶた小屋の外に大きなタンクを積んだトラックが止まりました。これね、燃料補給をしにいらした方なんですけれども、軽油で動いているそうです。原動力は軽油、エンジンを積んでいるので今の時代はスムーズに動くんですね。でもこれ結構量入ると思うので、本当に運営費ってバカにならないなと思いました。動力が軽油で動かすのが人か。猟友会のねぶたは毎年青森県に伝わる伝説などが題材となっております。今回もこの作品も民馬屋に伝わる伝説でしたが、この馬屋っていうのが馬をつなぎ止めておく小屋のことですね。で、義経が3日3晩海を沈めるために祈ったのが馬屋石、そしてそこにつながれていたのが3匹の竜目ということで民馬屋という地名になったと言われています。今回は外ヶ浜町、はい、外ヶ浜町の伝説のねぶただからか。民馬屋って津軽半島の先っぽ、はい、民馬屋、はいはい、ありますね。あそこからその義経がほらための、はいはい。で民馬屋行くと義慶寺ってお寺があるんですよ。はい。でそこに
なんていうかな、そういうなんかがあるみたい。あ、だからこのねぶた自体がその外ヶ浜町に由来があるから、その人たちが昨日衣装着て先頭に立ってた人なんです。これ解体しちゃうの？今年は解体？もうわらせにも飾られないんですか？わらせ5機入らないんですか？これわらせ入んねえよな。はいはい。そうなんだ。そういうことか。そうか。そうだ、 JR とね。じゃあ竹波先生の一機は猟友会解体したの久しぶりですね。本当にねぶたもいいけど、この下の引っ張ってる人たちの動き方とか見るのもすごい楽しいです。あとお囃子結構好きですね。各団体で全然違うんで、出発すればほら大体みんな同じ、あれだけども、出る前とか、やっぱりこう各団体で雰囲気違う。戻りねぶたの時の戻る時のお囃子ってもうかなり違い出るなって思います。なんかゆっくりのところもあれば、テンポ速いところも結構男らしいところもあれば、繊細なところもあったりするんで、だから結構ね、そういう楽しみ方するともっと楽しくなるね。どちらにしてもいろんな楽しみ方あるから、人それぞれの楽しみ方でうまい具合にこうあれしてくれればいいかなと思うね。よいしょ。ちょっと他団体のねぶたをね、竹波先生のねぶたは他にも猟友会の他に JR 作られてるんですけども、今年の順位が JR の方が高かったんで、同じ人の作品が入賞した場合はどっちかね一つを壊さなきゃいけないみたいで、JR と猟友会だと猟友会の方が低かったからね、猟友会は今年クレーンで壊されちゃうみたいです。残念。素晴らしい絵柄でしたけどね。総合順位は4位でした。これでねぶた大賞1位だったら5年連続だったんですけど、まあね、それも人生です。で、今年のねぶた大賞が女性ねぶた師のね北村麻子さん、伊藤麻子さんって言いそうになっちゃった。北村麻子さんですね。お父さんが北村隆さん、ねぶた名人の方で、女性で初めてその娘さんでねぶた制作者になられた方なんですけど、ちょっと市民ねぶたを作られてるので、夜のねライトアップしてるとこちょっと昨日撮れなかったんですけど、ちょっと見に行きましょう。市民ねぶた。こちらが2024年のねぶた大賞、北村麻子さんの岸母人です。最優秀制作者賞も受賞されています。ちょっと22団体で昨日多すぎて見つけることができなかったんですよね。夜の明かりが灯ったところを見られなかったんですけれども、もし見た方いたら感想を教えてください。こちらも力強いかつ繊細な女性ならではのね色使いかなと思います。ねぶた大賞おめでとうございます。小屋をね抜けて日本丸を眺めつつ、あれ日本丸でいいのかな、出港してないのかな。日本丸じゃない、アスカ2だ。日本丸が出て、今日はアスカ2、うわすごい、アスカ2見れたわ。おー、皆さん楽しんでください。はい、アスカ2。そしてこっちは青函連絡船の八甲田丸ですね。 JNR って書いてありますけど、かつて青函トンネルできる前はね船で連絡してましたから、函館と使われていた八甲田丸があそこに飾られていて、で小屋抜けてまっすぐ行くとあそこはわらせですね。はい、去年のねぶた大賞知事賞とか上位5個かな、展示されている施設で、ねぶた師さんの紹介とかね、ねぶたの歴史とか詳しく書かれているので、本当に行くことをお勧めします。ねぶた師の家系図とか、このお父さんで娘で甥っ子でとかね、いろいろ詳しく書いてあるので、制作者さんのねこの詳細のプロフィールを見つつ眺めるねぶたっていうのもね、非常に趣があっていいですよ。
ぜひ行ってみてください。ちょっと私は今から行きます。昨日時間がなかったんで今日時間取れてよかったです。いや一番最初青森来た時は何喋ってるか分かんないことたくさん、だいぶ慣れてきました。なんか最初のゴミ投げることしなきゃ。あ嘘。ゴミって捨てるって言うんだよ。投げるは言わない。投げるんだよ。よくこっちが。あ、そうそう。あと今日何時からですかって聞いた時に12時だ半でって言われた時に半でってなんだそれみたいな。韓国語。12時半でって言われてみたいな。そういう感じか。最初なんか分かんなかったけど、でもだんだん来るうちに自分もどんどんなまってきちゃうようになっちゃってなんか映っちゃったのみたいな。8月6日今晩の運行分の、皆様のねお酒とか飲み物もバンバンと運ばれてきまして、こんな感じにね小屋に山積みになるんですよ。運行だけじゃなくて昼間のお仕事もね結構大変です。で雨が降られちゃったりするとその修繕とかビニールをかけたりとかってするので、本当に6日間ねほぼ休みないんですよね。でこの炎天下でしょ、暑い時なんか35度を超えてくるらしいんで体力も使いますよ。本当に情熱の1年に一度ここにかけた東北の、夏、大事なところで噛んでしまいましたが激アツでした。2024年もありがとうございました。楽しい時間は早いもので、お別れの時間になってしまいました。小屋をね去る時に嬉しいサプライズがありました。すいません、お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。じゃあ頑張ってね。はい、また来年、気をつけてね。気をつけて。三浦さんも体調気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。はい、どうも。気をつけてね。ありがとうございました。また一緒に撮ろうじゃん。ありがとう。また来年ね。気をつけて。今年も素敵な青森の夏となりました。温かく受け入れてくださった青森猟友会の皆様、そして何より画面の前のあなた、一緒に今回も旅してくれてありがとう。次はどこへ行きましょうか。下何人で弾いてるんですか。何十人。前後で20人。前後で20人。10人。大変だね。